皆さんこんにちは。だんだんとレビューをお願いされるウェブ小説の量が増えてきて、管理が大変になってきているメイドのリコです。シンプルノートというのに台本を書いているのですが、数が多くなってきており、どれが何なのかというのが分かりづらくなってしまっています。フォルダーに分けられて、動画作成済みとかレビュー用、ゲーム用みたいにできるといいんですよね。そんないいサービスがあるといいですね。皆さんから送られてきた作品をいち早く動画化できるように頑張ります。今日は原作者様よりお願いされたウェブ小説のレビューになります。タイトルはこちら。偽りの英雄、聖闘女アムサリア。作者は、長代ブヨン様です。こちらの作品は、小説家になろう、と、格読む、で連載中の作品になります。作品の URL と作者様の Twitter は概要欄に記載しておくので、ぜひご覧ください。一章で伏線なども回収しており、区切りよく完結する、ということでしたので、一章まで読みました。私としては、すごく満足な作品でした。結構面白みがある物語でしたよ。1ヶ月以上かかってしまったので、最初の部分がうろ覚え状態ですが、思い出しながら、読み返しながら感想を言っていこうと思います。それでは、これよりネタバレを含みますので、嫌な方はチャンネル登録をしてブラウザバックしてくださいね。いいですか？始めますよ。では、偽りの英雄の物語はこちらです。ある日、主人公、ラグナは、凶悪な魔獣、エイザーグから国を救った英雄、アムサリアの夢を見た。アムサリアがエイザーグと激しい戦いの末、相打ちになった夢だった。それをきっかけに、ラグナにしか見えないアムサリアの霊体のような何かが現れるようになった。そこから、アムサリアを成仏させるため、ラグナと共にアムサリアが突如現れた謎を探求する物語が始まります。アムサリアに隠された謎とは、無事成仏できるのか？という感じです。ネタバレを含みます、とは言っておりますが、さすがに結末までは言いませんよ。結構重要ですし、すごく面白かったので、皆さん自身で確かめてほしいですからね。ですので極力、最後のネタバレを含まないように、お話ししていきますね。作者曰く、この作品の売りは、英雄であったアムサリアが語る偽りの英雄の真実。そして、彼女本人も知らなかった本当の事実。それらの謎が明かされていく部分です。その他、一緒に謎を解いていくラグナ、20年前に共に魔獣と戦った意志ある鎧と剣。そして、謎の解明を助けてくれるアムサリアの戦友が、この物語のキーパーソンです。世界観、リアリティ、バトルなど、フィクションなりの説得力を重視して書いています。ということです。物語はものすごく良かったです。キーパーソンを気にしながら読んでいくと、さらに面白くなるかもしれませんね。最後まで読むと、プロローグの冒頭の文章も、ああ、なるほどね。と納得、興奮、簡単、します。よくひねられた展開だなぁと、読んでて興奮しました。素晴らしい作品だと思いました。しかし、私のような、あまり多くの作品に触れていない素人以外であれば、あらすじに書いてある文章から、最後のオチがなんとなく分かってしまうのではないでしょうか。最低でも、最後の方に何か用意されてるんだな、というのが分かってしまうのは期待感が減ってしまうと思います。そこまで書かなくてもいいんじゃないかしら、と個人的には思いました。本文内について見ていきましょう。戦闘シーンが多く書かれていましたが、力を入れて書いているようで、結構わかりやすく書かれているのも良かったですよね。なんでエイザーグが大聖堂から動かないの？ただ本能の赴くままに動く獣じゃないの？とか途中は思っていましたが、どうしてそんな行動をしてたのかも理解できましたし、よくあるガバ行動なのかと思いきや、きっちりと考えられた行動で良かったです。トップページに、主人公たちのキャラデザや設定がしっかりと書かれていて、イメージしやすかったです。本文内では書きづらい部分まで書かれているので、より詳細にキャラたちについてわかりますね。
ただ、主人公たち以外のキャラの描写が少なかったのが残念だったかな、と思いました。特にエイザーグについて、赤黒い体に強靭な爪と牙、全長と同じほどの尻尾、全高2メートル。最初、尻尾の長い犬かなと思ったんですよ。魔獣、つまり獣としか言っていないので、犬じゃないかもしれないんですけれど、脳内イメージとしてそんな風に思いました。全高はわかりましたけど、全長はいくつなんだろうというのも気になりましたね。全長の説明ってよくあると思うのですが、全高、しかもそれだけという表現はなかなかないんじゃないでしょうか。その後、だんだんと足の長いナルガクルガなんじゃないのかなと思っていき、角あるの？そんなこと言ってなかったじゃん、となって。3本？角3本もあるの？どういう風に生えてるの？となりました。隠しておくようなキャラだったら、わかりますよ。しかし、エイザーグはみんなの前に完全に姿を出しているわけですから、小出し小出しにキャラの描写を出す必要ってないですよね。一体、エイザーグとはどんな姿なんでしょうね。あと、アムサリアの言葉は基本、二重鍵括弧で書かれているんですよ。ごじっているのか、普通の鍵括弧で書かれている部分は置いておくとして、心理的表現と言えばいいんですか？心の中で思っている言葉。それまで二重鍵括弧で書かれているのが、ややこしいと思いました。他のキャラも二重鍵括弧を使って会話するんですもん。心で思っている言葉は、カッコで書いた方が、読む側としては分かりやすいですね。気になった部分はそれくらいでした。あとは楽しく読み進めることができました。一章だけでも、一つの物語を作れるくらいのものだったと思います。あまり余計なことをしたりとか遊んだりの寄り道等はせず、本題をずっと進んでいった感じですね。一章のお話として読めばこれくらいサクサクと本題が進んだ方が良いのかしら？二章もこんな感じの楽しませてくれるお話なんでしょうか？気になりますね。今回のレビューはいかがだったでしょうか？このような感じで私が思ったことをありのままにレビューしていきます。このような私にレビューしてほしい作品がありましたら、コメント欄か Twitter でご連絡ください。気に入っていただけましたらコメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。また次回、レビューしたい作品がありましたら、お会いいたしましょう。